はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、TRI コントの i2 トレーナーモデルです。これ、結構小ぶりだけど、ただものじゃない雰囲気が出てる気がする。モデル名、コントンってどういう意味なのかな？パッケージのコントンイン。コンは広大な空。トンは山の洞窟を意味しているらしいよ。あくまで勝手な想像だけど、突き抜けるような広域と深く響く低域。その両方を併せ持つという印。なんてイメージかね。いいんじゃないですか、それ。価格は、この動画を制作している時点で129ドルっていう情報しかないんで、2万円前後だと思うよ。ボディは軽量で剛性が非常に高い。航空宇宙グレードのアルミニウム合金を使ってる。手に取るとひんやりしてて高級感あるね。筐体が不要に共振してしまうと音に色がついてしまうんだけど、この素材なら共振を最小限に抑えて純度の高い音を保てる。加工方法もダイヤモンドカットというスマホの高級フレームなどに使われる技術が使われていると聞きました。そう、専用のダイヤモンド工具を使って精密に削り出しているんだけど、従来の加工法よりも表面が滑らかで非科学的な形状を正確に再現できるんだよね。キラキラした見た目も実はこの精密なカットが生み出す光と影の反射によるものなんだ。見た目の美しさがそのまま構造の精度の高さの証明になってるわけだね。小ぶりで丸め、片側 3.9g、装着感良さそう。実際いいわよ。音漏れも気にならないし。バンドルケーブルは 5N の無酸素銅 OFC に銀メッキを施した2芯のケーブルだね。銀メッキってことは中身は銅で外側が銀。どうして全部銀にしないの？表皮効果っていう物理現象が関係していて、高い周波数の電気信号は導体の中心部じゃなくて表面を通る性質があるから、表面に導電率の高い銀をコーティングすることで広域の信号伝達効率を格段に上げているんだ。なるほど。さて、ここからは波形も確認しながら進めていきます。左のグラフは2つのバンドルイヤーチップの比較。バンドルには別売もしている角笛ですが、コントの i2 はノズル径が約 5.6mm とやや細めなのでちょっと緩い気がしました。そのせいなのかははっきりわからないけど、角笛の白の波形は低域がやや弱めで広域寄りに見えるかな。バンドルイヤーチップ使う人の参考になるといいね。視聴と音収録はいつも通りディバイナスベルベットで行くんだよね。そう、ジャックさん、比較モデルは決まりましたか？結構迷った。ドライバーサイズが同じぐらいのものという選択もありで、T-Hi-Fi Doodoo とか HG サウンド、ルナ、KZPRX あたりが 13mm クラスだからな。でも今回は新しめのモデルで、まず上の3モデルにしてみた。レッドショア S12 ウルトラと 7Hz のプレーナー兄弟機、ディバインとディアブロか。これ、どっちかにしようと思って、まず波形を重ねてみたんだけど、低域が目立ちそうなディアブロにしたよ。そっかー、この2モデルはレビュー済みだから、気になる人は過去動画をチェックしてみてね。というわけで、この3モデルのサウンドチェック、早速いってみましょう。ボリューム上がります。
はい、サウンドチェックでした。やっぱりディアブロの低域は量感ありましたね。その割に高域も結構しっかり出てる。波形比較では高域は中間的に見えるね。低域弱めなミックスのアルバムにはよく合うよ。聴き比べてみたけど、やっぱディアブロの低域は魅力的だね。S12 ウルトラは対照的で5キロ手前から7キロあたりまでが強めに出ていて、これが S12 シリーズの特徴でもあると思うんですが、この比較では I はちょっと広域がきつめに感じました。3から4キロあたりを落として調整していて、他にモデルとは目指している音のゴールが違うのははっきりしてる。収録音でも傾向の違いはある程度示せたと思う。価格はどれも2万円台なんで、検討中の人の参考になればいいね。さて、今度は I2 実機の印象だね。低域は波形で見るより量感がある。14mm クラスが多い平面駆動のドライバーサイズの中、12mm はやや小ぶりに感じるけど、本当にこれ 12mm なのって思った。それだけしっかりした低域だったんですね。アタックの硬さはそれほど感じなかったけど、力強く、質感もいい。多分、広域の出方とのバランスだと思うわ。低中域は 200Hz あたりをあっさり下回っていて、あまり特徴は感じなかったかな。コントン i2 には特許取得の独自のドライバーが搭載されていて、その特徴は特殊な分子構造設計によって髪の毛よりも細い極薄の高分子と振動に耐えうる強度を両立させるポリマーダイヤフラムを採用している点にある。この軽さが平面駆動特有のハイスピードな音を生み出す物理的な基礎になっている。平面駆動は振動板の表面全体に回路がプリントされているから、電子力が振動板全体に均一にかかり、音の歪みが極限まで抑えられる。トランジェントレスポンス、過渡特性が優秀だから、ドラムの連打とか弦楽器の細かいニュアンスもぼやけずにくっきり表現できる。これは実際聞いてみて、特に中高域以上で実感した。通すヘッドコンアンプによって若干ニュアンスは変わるけど、解像感、低位がすごくいい。ボーカルの吐息や楽器の指が擦れる音、録音現場の空気感まで描き出してくれる。ボーカルは変な味付けがなく、すごくナチュラル。ボーカルとバックの音との間に薄いフィルターみたいなのがあって、どっちも明瞭な状態を保っている感じ。もちろんこれはイメージの話だけどね。左右の端で鳴っている音も存在感があって、鳴っていることに今まで気づかなかった音もあった。確かにオーケストラやジャズを聴くと各楽器が重ならずに立体的なステージを作っているのがわかります。まさに音のオリジン、起源を探求したっていう説明通りですね。波形を見ると4から6キロくらいまでは結構控えめで、7キロあたりのピークもそれほど強くはないんで不思議ですね。でも10キロ過ぎの一山は結構インパクトあるよね。シンバル系は繊細で綺麗になってたじゃん。そうなんだよな。この大域だときつさは感じなくて、繊細さ、粒立ちがよく聞こえる気がする。音の立ち上がり、アタックと立ち下がり、ディケイ、リリースが正確ってことでいいんでしょうか。そう思うよ。主張していて特に不満に感じる部分はなかった。強いて言えばもう少し低域が固めでもよかったかなぐらい。いいモデルだなと思った時っていろいろ聞いちゃって時間があっという間に過ぎていくんだけど、今回はまさにそのケースで、これが2万円ぐらいならすごい出来だなって思ったよ。航空中グレードのアルミ合金の筐体でノイズを抑えて、薄い膜を磁石で素早く動かして純度の高いケーブルで音を届ける。技術が全部いい音のためにつながってるんだね。そうだね。デジタル信号が空気の振動に変わる瞬間、この 12mm のドライバーが魔法をかけてくれるような、そんな体験ができました。ドライバー、筐体、ケーブル、その全てが正確な音を届けるという一つの目的のために選ばれていて、スペック表の数字だけではわからない作り手の情熱が伝わってくるようで、技術と美しさが融合した本当に素敵なモデルです。よし、私もこのモデルで好きな曲を聴き直してみようかな。新しい発見がありそうで楽しみ。それはいい考えだね。今まで聞こえていなかった音が聞こえるはずだよ。はい、ということで TRI コント i2 のレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。